こんにちは。今日はね、知らないふりっていうことについてお話ししようと思います。まあ、知らないふりっていうのは、本当は自分が何か知ってるけど、知らないように振る舞うっていうことですよね。で、結構今回の話、僕のコミュニケーションの方法みたいな感じなんですけど、それでも、外国の人より日本人の方がこの知らないふりをすることが多いような気がするので、今日はそれについてお話ししようと思います。で、まあ知らないふりっていうのは、例えば何か人の名前を知らないふりしたり、まあ、料理の方法を知らないふりしたり、その、映画の名前を知らないふり、まあ何でも、本当はこの人、この映画の名前知ってるけど、知らないように振る舞うっていう、どんな時でもよく使うテクニック、まあ僕にとってとか、まあいろんな日本人にとって、この知らないふりっていうテクニックがあるので、まず、その知らないふりをする、具体的なシチュエーションについてお話ししようと思います。これは、大きく分けると2つあるんですね。で、1つは、自分と話してる人、その相手の人が何か説明したいことがあるとき、僕とか、まあ、いろんな日本人は、知らないふりをすることが多いと思います。例えば、その他の人がね、僕の友達が、毎日水2リットル飲んだ方がいいよみたいなことを話すじゃないですか。で、僕は毎日水を2リットル飲んだ方がいいことを知ってるんですけど、多分友達はその毎日水を2リットル飲んだ方がいい理由とか、そのやり方とかいろいろ説明したいと思うんですよね。なので僕はもう知らないふりをするんですよ。全然知らなかったって。どうやって、なんで水2リットル毎日飲んだ方がいいのって質問もするんですよね。で、まあこんな感じで、その一つ目が、他の人とか、まあ、僕の友達が何か説明したいことがあるときは、僕は、知らないふりをすることが結構多いです。で、二つ目が、他の人が、間違えていることを話したときですね。例えば、また僕と友達が一緒に話してるっていうシチュエーションで、友達が突然、ジャスティン・バービーの音楽がいいよね、みたいなことを話したとしますよね。で、僕は、まあ、ジャスティン・バービーじゃなくて、ジャスティン・ビーバーでしょうって思うんですけど、それを言わないんですね。で、ジャスティン・バービーについて話してるんですけど、僕は何もそのミスを指摘せずに、ジャスティン・バービーの音楽いいよねって返事したりすることがありますね。まあもちろん、人とかね、関係とか状況によるんですけど、ほとんどの場合僕はもう友達が話したミスとかあんまり指摘せずに、もうそのまま会話を、進めるんですよね。で、次に僕とか、その日本人、いろんな日本人がなんで知らないふりをするのかっていうことについてもお話ししようと思うんですけど、まあ多分皆さんわかるかもしれないですね。他の人を傷つけたくないから知らないふりをする人が多いと思いますね。まあ具体的に話すと、まず一つ目の、その説明したいことがあるときですね。その水を2リットル飲んだ方がいいよの例ですけど、それについて、水を2リットル飲んだ方がいいっていうことを知ってますって友達に話したら、その友達が説明したいっていう気持ちを、まあ、台無しにしちゃう感じがありますよね。その友達は水を2リットル毎日飲んだ方がいいっていうことを僕に説明したいので、僕はその気持ちを台無しにしないように、どうやって水2リットル飲んだ方がいいのとか、まあ、知らないふりをして会話を続けるっていうのが、まあ、一つ目の具体的な理由ですね。で、もう一つの、間違えてることを話したとき、友達がジャスティン・バービーの音楽いいよねって言って、
そのミスを指摘しない理由は、そのミスを指摘したら、多分、相手の人、僕の友達が恥ずかしくなるかもしれないからですね。ジャスティン・バービーの音楽がいいよねって言われて、で、僕がジャスティン・バービーじゃなくて、ジャスティン・ビーバーですよって指摘したら、多分友達ちょっと恥ずかしくなっちゃうと思うんですよ。なので、僕はそんなことをしたくないから、知らないふりをするんですね。多分、考えすぎだと思うんですけど、そのジャスティン・バービーだよ、ジャスティン・バービーじゃない、ジャスティン・ビーバーだよって訂正しても、別にそんなに気まずい雰囲気にはならないと思うんですけど、まあね、やっぱり会話をスムーズに続けたいっていう気持ちが強いので、知らないふりをしちゃうんですよね。僕だけじゃなくていろんな日本人が多分同じことを考えてると思うんですけどね。もちろんその正しいことを指摘する、訂正するのはめちゃくちゃ大切なことだと思うんですけど、そういう考えすぎる人にとってはあの気まずい雰囲気が気まずい雰囲気を作りたくないって、考える人が多いのかもしれないですね。正直この日本人の知らないフリーについていろんな外国の人から文句を聞くんですよね。特に2つ目、このミスを指摘してくれないっていうことについてですね。自分が日本語でミスをしたのに友達が全然指摘してくれないみたいな文句をいろいろ聞くんですけど、やっぱりもちろん人によって日本人でもすぐにミスを指摘する人もたくさんいると思いますけど、そういう他の人の気持ちを考えすぎてしまう日本人の友達にそのミスを指摘してもらうっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。僕も多分どっちかというとそういう他の人の気持ちを考えすぎちゃうタイプだと思うんですよ。もちろん本当に日本語を教えるっていうシチュエーションだったらもちろんミスを指摘することもあるんですけど、普通に自分の生活でね、例えば僕中国人の友達がいるんですよ。中国から日本に来て、で大阪で住んでるっていう中国の友達がいるんですけど、その人と会って、で普通にその人上手なんですよね。日本語コミュニケーション普通にできるし、関西弁も話せるんですよ。でもその関西弁で時々ミスしちゃうことがあるんですよね。なんか例えば何々がすごいやねんって言ったりするんですよ。で、正しい関西弁は何々がすごいねんなんですけど、その中国人の友達は、すごいやねんって言うんですよね。でも僕は意味もわかるし、別に会話の中でそんなに大きい問題じゃないから、別に指摘しなくていいかって思って、知らないふりをするんですよ。そのミスを訂正しないんですよね。こんな感じで、僕も、別に必要がない時はあんまり訂正しないようにしてるのでね。さっきも話しましたけど、みんな日本人がこういうタイプじゃなくて、なんかすぐにミスを指摘する、ミスを指摘してくれる日本人もいるし、逆に日本語を話してる外国の人にとって、日本語を話してる時に自分の日本語のミスを訂正されたくないっていう考え方の人もいると思うんですよ。なのでそういう人にとってなんか僕みたいなタイプはなんかいいと思うんですけど、逆に本当に小さいミスでも訂正してほしいっていう思う人にとっては、そう日本人の友達を作ってその人にミスを、指摘してもらうのは、うーん、難しいシチュエーションもあるかもしれないですね。というのも僕毎日いろんな外国の人と話すんですけど、そういう外国の人と話す時と僕の日本人の友達とか友達じゃなくても普通の日本人と話してる時に僕が何かミスをした時はやっぱり外国の人からそのミスを指摘されることの方が多いので、やっぱり傾向はあると思うんですよね。なのでこの傾向を知っておくと日本人とコミュニケーションするときに
役に立つかもしれないです。まあそんな感じでね、今日は、日本人の知らないふりっていう会話のテクニックかなについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。